はいどうも皆さんこんにちは。サーリーの河野玄斗です。今回はベクトルということで、僕がね共通テストを全て分析してさらに遡ってセンター試験のね時代から20年分ねしっかりと分析した結果、ベクトルって結局こうやれば全部解けるじゃんっていうことが分かったんで、今回それを皆さんに伝授しようと思います。共通テストはねセンター試験の時と比べてかなり難しくなったとは言われてるんですけど、ベクトルに限って言えば全然そんなことはなくて、むしろね満点がちゃんと狙えます。なのでぜひね今回話すことをしっかりと理解してほしいんですけど、しかもですね今回話すことは共通テストが終わった後の二次対策にもものすごく生きてくるんですよ。だからこそね共通テスト後も何回もね復習してもらってしっかりとベクトルね得点源にしてほしいなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。共通テスト徹底分析、ベクトルを完全攻略ということで、まずはですねベクトルの解放パターン、こういう風にやったらベクトルの問題って絶対解けるよねっていう解放パターンを解説した後に、共通テストね今まで2回やりましたが、その共通テスト2年ともねベクトルの問題を解説して、本当に解けるじゃんっていうのをね確認していきましょう。まずはベクトルの解放パターンから。ベクトルはねこのポイント2つ押さえてもらえればいいんですけど、順番に見ていきます。まず1つ目が視点を揃えた基準となる2つのベクトルを決めてあげてくださいと。そうすることによって任意のベクトルはその2つの線形和で表せますよと。何が言いたいかというと、基準をね作ってあげてくださいと。基準を決めてあげてください。そうするとどんな任意のベクトル、どんなベクトルもその基準となるベクトルで表せますよっていうふうに言ってるわけです。ここでねまずポイントになってくるのが視点を揃えたということです。視点が揃ってるっていうことが必要、視点が揃ってる。共通テストではねそんなに深く考える必要がないんですけど、例えば共通テストだったら OA ベクトルと OB ベクトルを用いてみたいな感じで、明らかこれが基準ベクトルなのねっていうことが分かるように設定されているので、深く考える必要はありません。でも例えばこういう問題の場合も、視点は O に揃ってんだなと、O を視点として基準として考えたいんだなっていうことをこの問題から汲み取れますよね。こんな感じで視点を揃った、そういうベクトルを定めてほしいと。であとね、ここ2つってありますけど、これ平面ベクトルの場合ね、空間ベクトルの場合は3つ基準となるベクトルを用意してあげなきゃいけませんと。でこの基準ベクトルを用意してあげると何がいいかというと、どんなベクトルもその2つの線形和で表せるわけですよ。だから例えば CD ベクトルみたいなベクトルが出てきたとしても OA と OB を使って簡単に表すことができますよっていう話で、どういうふうに表すのって言ったら、ここでね視点を揃えたっていう話があって、この CD ベクトルもまずは視点をね O に変換していくっていうことを考えてほしいんですよ。これどう変換するのって言ったら OD ベクトル引く OC ベクトルと、こんな感じでまずは視点を統一しに行くっていうことがポイントですね。視点を揃えることによってそこから始まると。でそのね、視点の揃え方については後ろ引く前でね OD 引く OC と、視点揃えた上で後ろ引く前後ろ引く前っていうこの式っていうのはめちゃくちゃ使うので、必ず復習しておいてくださいね。これがポイント1つ目で、2つ目が与えられた点がどういう点かを1位になるように説明してくださいと。この1位になるように説明っていうのがポイントなんだけど、それは後で具体例を見て理解していきましょう。でこの説明した後にその説明に基づいて式を立てると。だから説明をしてあげて、その説明を踏まえた上で式を立てていきましょうっていうのが基本的な考え方ですね。じゃあよくね何言ってるかわからないと思うので、具体例よくある問題を使ってね、理解していきましょう。今三角形 ABC があって、E は AB の中点、 D は AC を2対1に内分する点として BD と C の交点を F としますよと。この時この AF ベクトルっていうのを AB ベクトルと AC ベクトルを用いて表してくださいっていう問題があったとします。基本問題ですよね。これをどう考えるかというと、まずはね視点を揃えた基準となるベクトルを考えてくださいと。平面だから2つね。今回はね AF ベクトルを AB と AC を用いて表してくださいっていう風に言われてるわけだから、基準となるベクトルはこの2つなんだなっていうのがすぐ分かると思いますが、注目すべきポイントはちゃんと視点が A に揃ってますよね。だから今後、視点が A に揃ってない何かしらのベクトルが出てきた場合も点 A をね視点に揃えるように変換してあげましょうっていうことがね分かるわけなんですが、
とりあえずこの基準ベクトルを決めました。その上で次ね、与えられた点、今回の場合 AF ベクトルを求めなさいなわけだから、点 F ですよねがどういう点かを1になるように説明してくださいと。要は点 F ってそもそも何者なんですかっていうことを説明してあげてくださいっていう話。だって AF ベクトルを求めたいっていうふうに言われたら、そもそもじゃあその点 F って何ですかっていうことが分からなかったら求めようないじゃないですか。分からないものをね、どう求めようって言うんだっていう話ですよ。だからちゃんとそもそも点 F って何者かっていうふうに説明してあげると、BD と CE の交点なわけですよね。これを式を立てられるような形に言ってね、説明してあげると BD 乗かつ CE 乗と、このように説明することができるわけですよ。ね、BD 乗だし CE 乗ですよと。で、ここでね、1になるよっていうことがわかるんですけど、1になるっていうのは、要はね、もう一つに定まりますよということ。だから例えば BD 乗っていう説明だけだったとしたら、ね、BD 乗の点っていくらでもあるでしょ。もうここでもここでももういくらでもあるわけですよ。でもそういったね点ではなくて BD 上の点の中でさらに CE 上ですよって言われたら、点 F ってここねっていうことがわかるじゃないですか。こんな感じでね、 BD 上だけだったら無数に点があるから1位に定まらないんだけど、かつ CE 上っていう風にね2つの条件を課してあげることによって点 F っていうのが1位になるように説明されると。1位になるっていうのは限定されますよっていう意味です。じゃあそのね1位になるように点 F っていうのが何者かっていうことが分かったので、じゃあその説明に基づいて式を立ててくださいっていう話。点 F が BD 乗ですよっていうふうに言われたら、これは簡単にね式立てられますよね。 AF ベクトルっていうのは、AB ベクトルと AD ベクトルを用いて表したときに係数の和が1になりますよと。だから S1-S みたいな感じで係数の和が1になりますよっていう式が立てられるわけですよね。CE 乗の方も一緒です。AC ベクトルと、AE ベクトルを用いて表したときに係数の和が1になると。よろしいですかね。B、D だから A、B、A、D ってことね。で、係数の和が1になりますよと。このように式を立てられます。じゃあ式立てました。どうするのっていう話なんだけど、ここでちゃんとね、視点を揃えた基準となるベクトルっていうのは何のためにあったかというと、すべてのベクトルはその基準ベクトルで表せるわけでしょ。つまり、すべてのベクトルは今回は AB と AC で表せるわけよ。今回のこの立てた式を見てあげると、AB、AC、AD、AE と。この AD と AE っていうのがあるわけだから、これも AB ベクトルと AC ベクトルで表していきたいと。どんなベクトルが出てきたとしても AB ベクトルと AC ベクトルで表したいわけで、AD ベクトルはって言ったら、D はね、AC を2対1に内分する点なわけだから、AD は AC の3分の2だよね。3分の 2AC ベクトルと。同じように E は AB の中点なので AE ベクトルっていうのは2分の 1AB ベクトルですよと。これでどっちもね AB ベクトルと AC ベクトルを用いて表すことができたので、それらがね一時独立であるっていうことから係数を比較して S と T を求めてあげてくださいと。そういう流れですよね。よろしいですかね。こんな感じで基準となるベクトルを決めてあげれば、まずね決めてあげて、じゃあその与えられた点ってどういう点ですかっていうことを説明して式を立てれば、あとは基準ベクトルに直してあげて、係数比較なりなんなりしてあげてくださいと。そういう流れです。これでね全ての問題が解けるわけなんですけど、ここでね、説明に基づいて式を立てる、ね、どういう説明があったらどういう式が立てられるのかっていうことについて見ていきます。まずはね BD 乗とか C 乗っていう風に扱ったわけですけど、このようにある点があったとき、この点 P が直線 AB 上にあると。こんな感じで直線 AB の上に点 P がありますよっていう問題だった場合、これどういう式が立てられるかというと、今ね、例えば視点を O っていう風に考えるとします。基準ベクトルの視点が O にあるよねっていう問題の場合は、O を使ってね、表したくて、この場合、OP ベクトル、ね、OP ベクトルっていうのを OA ベクトルと OB ベクトルで表したとき、係数の和が1になりますと。こういう風に立てられるわけですね。この時、この比が1-t 対 t になってるわけなんですけど、要はね、
こうクロスされてるわけですよね。OA ベクトルを t 倍、OB ベクトルを 1-t 倍して、ミックスしてあげれば OP ベクトルになりますよと。こういうふうにクロスのイメージをぜひ持ってあげてください。こんな感じで式を立てることができますよと。あるいはね、視点の部分が A だったとしましょう。視点が A だった場合っていうことを考えると、別のね、式が立てられて AP ベクトル。AP ベクトルっていうのは AB ベクトルの定数倍ですよと。このように表すこともあります。視点がその AB 上にあるかないかによって、うまくね、使い分けてあげたらいいなと思います。で、ここでね、1個補足なんですけど、今、点 P をね、AB の内分点っていうふうに考えましたよね。でもですね、実は点 P がね、AB の外側、こことかこことかにある場合も、結局同じように考えることができて、外分点の場合ですね。外分点の場合も、結局、この OA と OB で表したときに、係数の和が1になればいいんですよ。すなわち、t とかがね、1より大きい数になったり、負の値になったりするんですけど、どういうふうに考えるか。例えば、AB を、点 P がね、1対2に外分する点だとしましょう。このように、点 P は、1対2に外分する点。これをどう考えるかというと、すごく簡単。この1対2に外分っていう方のどっちかをマイナスにしてあげることによって、マイナス1対2に内分っていうふうに考えることができるんですね。AB をマイナス1対2に内分して、マイナス1たす2はたまたま今回1なので、OP ベクトルっていうのは、クロスしてあげれば 2OA マイナス OB ベクトルと。こんな感じで外分を1対2に外分っていうのを片方マイナスつけて、マイナス1対2に内分、あるいは1対マイナス2に内分っていうふうに考えることによって、外分点も楽勝に求めることができるっていうこともしっかりと押さえておきましょう。そろそろね、出てもおかしくないので。ではね、点 P が直線 AB 上っていうことがね、式で表せたので、続いてね、垂直ですね。AB 垂直 CD。これも楽勝ですね。もう反射的に内積が0。っていう風に式を立ててあげてください。もうこれは反射的にね、してあげてくださいね。で、この式は立てられるわけなんだけど、その後何すんのって言ったら視点を揃えていくわけですよね。例えば基準となるベクトルが、ね、OA と OB だったら、この AB ベクトル、CD ベクトルをまずは基準となるね、視点を O に揃えてあげると。だから AB を OB-OA っていう風に直して、CD も OD-OC に直すと。こんな感じでどんどん式変形していく。ね、あとは OD と OC を OA と OB を使って表したよね、みたいな話がどんどんいくわけです。これはね、基準ベクトルをね、定めたのはなぜかって言ったら、すべてのベクトルが基準ベクトルで表せるからっていうことが分かってれば難しいことはないはずです。これは垂直の話。で、続いて大きさの話ですね。例えば AB の大きさが1っていうふうに言われたら、どういうふうに考えるかというと、ベクトルの絶対値が1っていうふうに考えるんですよね。で、この後何をするかというと、また同じように視点を考えていくわけですよ。こんな感じで。視点を O に揃えていく。で、こういう風に絶対値の中に、2つのね、複数のベクトルが絡む場合っていうのは何をすればいいかというと、2乗するわけですね。もうこれパターン。大きさが1って言ったら、絶対値っていう風に考えるんだけど、これを視点をね、バラバラにしたときに、結果、絶対値の中に複数のベクトルが混在しちゃったってなったら何をするか。2乗。2乗することによって OB の絶対値の2乗マイナス 2×OA と OB の内積足す OA の絶対値の2乗みたいな感じでそれぞれ分解することができるわけだよね。大きさが1って言われたら2乗するんだっていうことをしっかりと押さえておいてください。こんな感じで基本的に平面ベクトルはこれぐらいしかありません。説明しなきゃいけないってね、説明として出てくるのはこれぐらいしかなくて、これを元にね、説明してもらった後に式を立てると。こういう式を立てられるようになれば、もう楽勝。どんな問題でも解けるようになります。で、これがね、3つあるんだけど、空間ベクトルではもう少しだけプラスがあります。ね、空間ベクトルでどういうね、プラスがあるかというと、まず、点 P が平面 ABC 上と。平面アルファ上っていうふうに言われたら、この条件をどういうふうに表していけばいいのかっていう話なんだけど、これも簡単です。今、点 P がね、ABC 上にあるっていう場合は、今、まず視点が A の場合を考えてみましょう。視点が A の場合っていうのは、この OP ベクトルっていうのを考えたときに、この OP ベクトルっていうのは、
3つのベクトル、OA ベクトル、OC ベクトル、OB ベクトル、OC ベクトルで表すというふうに考えたときに、この係数の和が1になってればいいと。この ST、1-S--T 足したら1ですよね。こんな感じで OA、OB、OC で表したときに係数の和が1になりますよって言ったら点 P が平面 ABC 上にあるわけなんですよね。あるいは視点を A、視点が A である場合を考えてあげると AP ベクトルっていうのが AB ベクトルと AC ベクトルで表せればいいわけですよ。すなわち AP ベクトルっていうのが AB ベクトル足す AC ベクトル、このように表せると。こういう式の立て方もあるので、しっかりね、どちらも理解しておいてください。簡単ですよね。この直線 AB 上っていうものの平面版、3つにベクトルが増えただけで係数の和が1になるっていう条件は変わらないので楽勝だと思います。あとね、もう一つあるんですが、直線 PQ と平面 ABC が垂直な場合と、ABC があって、点 P がね、あったとして、Q もね、ここら辺にあって、PQ っていうのが ABC と垂直ですよっていう条件をどういうふうに置き換えるかというと、これは直線 PQ と平面 ABC 上の何かしらの2本のベクトルを取ってあげて、そのベクトルとのが垂直であればいいと。すなわち何でもいいんですけど、じゃあ平面 ABC 上の直線2本、例えば AB と AC っていうのを取ってあげるとします。その場合 PQ と AB が垂直で、さらに PQ と AC が垂直と。すなわち内積を取ってあげると共に0になればいいよねと。この2つの式を立ててあげる。イコール0とイコール0とね。この2つの式を立ててあげれば垂直条件っていうのを求めることができるので、しっかりとこれをね2つ立てて連立させて終わりと。こういう流れになりますと。平面が上3つで空間になると下2つの場合もたまに出てくるので、しっかりとこの5パターン理解しておいてもらえれば、もうねベクトルの式を立てるっていうところは怖くないと。なのであとはね、この5つのどれかを使えるように説明してあげると、さっき BD と CE の交点っていう風に点 F を説明しなかったわけじゃないですか。BD と CE の交点って説明したところでどう式立てるのっていうのが明確じゃないので、この5パターンのどれかに当たるように、点 P が直線 AB 上っていうのは式で表せるな。だったらさっきのね、点 F って何者っていうのも BD 上かつ CE 上っていう風に説明することによって、式っていうのを立てられるようになりますよね。みたいな話。この5パターンを押さえた上で、じゃあその5パターンを見ながら1位になるように説明して式を立てていく。このポイントをしっかりと理解しておいてください。では続いてね、ここで一つ内積が出てきたので、最後に内積の意義について確認していきます。内積のね、式っていうのは、このように定義されてるんですよね。OA と OB の内積っていうのを考えたときに、OA の大きさかける OB の大きさかけるそのなす角コサインシータですよと。で、ここでね、この定義式っていうのはすごい大事なわけなんですけど、これの図形的意味っていうところも合わせて押さえておいてください。この OB コサインシータってどこに対応するのって言ったら、この B から OA に垂線を下ろしてあげたここの長さですよね。OB コサインシータと。かける OA っていうことで、結局ね、OA と OB の内積っていうのは、あるベクトルからもう片方のベクトルに遮影してあげた時の、その遮影のね、長さ。かけるその OA の長さですよと。ね、遮影した時のこの長さの積になりますと。これが分かれば、例えばね、正三角形があって、一辺の長さが1ですよと。で、この時、OA×OB、OA と OB の内積を求めてくださいっていう問題があった場合も一瞬で分かりますよね。このように垂線を下ろしてあげて、遮影した時の長さっていうのは、ここ2分の1になるわけだから、2分の 1×1 で2分の1っていう風にすぐに分かりますよと。あるいはね、垂直な2つのベクトルの内積が0っていうのも明らかですね。垂直だったら、このベクトルを遮影した時に点になっちゃう。長さが0になるわけだから、当然内積も0になりますよと。こんな感じで内積の図形的意味っていうことをしっかりと理解しておいてください。で、この内積っていうのがね、どういうところで重要かというと、まず、各シータを絡めたいときと。要はね、コサインシータを求めなさいとか、サインシータを求めなさいっていうふうに、ベクトルの問題で、シータっていう問題がね、出てきたら、このなす角が絡む問題が出てきたらどうするかというと、この内積の定義式っていうのを必ず思い浮かべてあげれば、もう楽勝なんですね。このね、式を変形してあげると、コサインシータっていうのは、割ってあげれば、大きさの積分の内積と。こういう式が立つので、コサインシータっていうのを求めることによってシータを絡めることができますよと。
あるいはね、各シータを絡めるってなったら図形的な処理っていうのも必要になってくるわけなんですけど、ベクトルって絶対に図形が絡むわけじゃないですか。その都合上、図形的な処理っていうことも常に考えなきゃいけないんだけど、基本的にはコサインシータっていうのはこの内積の定義式で求めていきましょうっていうのが基本的な考え方ですと。で、ちなみにね、この内積を使うところとして、他に面積 S、三角形の面積を求めるものもありましたよね、公式。それが2分の1ルート OA の絶対値の2乗、OB の絶対値の2乗、マイナスOA と OB の内積の2乗と。これぜひね、覚えておいてください。もしかしたら出るかもしれないので。この覚え方っていうのは結構簡単で、三角形 OAB の面積求めたいってなったら、ざっくり2分の1の OA と OB の積じゃないですか。正確に言うとサインシータ倍ですよね。これかけるこれのサインシータと。だから、ざっくりルート OA の2乗 OB の2乗なわけですよ。ルートの中に入れるってなったら OA の2乗 OB の2乗ですよね。でも、サインシータ倍されるわけ。要はちょっとちっちゃいよね。ちょっとちっちゃいので引いてあげてくださいっていう話で、何を引くかというと、OA と OB の内積が絡んだなっていう話なんだけど、この2乗っていうのを忘れちゃダメですよ。で、このね、2乗を忘れない時のね、ポイントなんだけど、次元を考えれば明らかね。次元っていうのも OA の大きさと OB の大きさっていうのは長さはメートルなわけじゃないですか。メートルとかわかんないですけど、長さメートルが単位だとしたら、この2乗 ×2 乗の単位っていうのはメートルの4乗ですよね。結果それがルートされてメートルの2乗、面積の次元になるわけなんですけど、それを考えると OA と OB の内積、内積は積なわけだからメートルの2乗ですよね、次元としては。じゃあそれをね、2乗してあげないと4乗引く2乗っていう次元が異なるもののね、差を取らなきゃいけなくなるのでダメですよね。1平方メートル引く1メートルって計算できないじゃないですかっていう話。次元を揃えるために、それは2乗するよねっていうこの感覚をぜひ押さえておいてください。これが内積の意義ですと。これでね、今まで話してきたことをしっかりと使ってあげれば、ベクトルのどんな問題を解けるよっていうことを確認してもらうために、実際の共通テストの問題見ていきましょう。まずは共通テストのね、2年前の問題から。この問題も楽勝です。見ていきましょう。一辺の長さが1の正五角形の対角線の長さを A とする。1で A と。もう知ってる人は多いと思いますが、A は2分の1プラスルート5、黄金比になりますと。これを求めていくんですね。この時、各 A1、C1、B1。各 A1、C1、B1。だからここだよね。ここは何度ですよと。これはベクトルの問題じゃないので36度サクッと求めてあげてください。二等辺三角形だからね。で、ここも36っていうのを入れてあげて、A1、A2 ベクトルと B1、C1 ベクトルは平行である。A1、A2 ベクトルと B1、C1 ベクトルは平行ですよと。ゆえに、この A1、A2 ベクトルっていうのは B1、C1 ベクトルの何倍であると。ここの長さが1なわけだから、ね、長さ1、長さ A ってことは A 倍ってすればいいよねと。楽勝ですよね。で、あるから、ここ A って入れてあげてください。B1、C1 ベクトルっていうのは A 分の1倍の A1、A2 ベクトル。これを A で割っただけ。で、A1、A2 ベクトルを OA2 ベクトル引く OA1 ベクトルというふうに分解してますよと。何にしてるかというと、視点を O にどうやら揃えてますよね。視点を O に揃えてる。視点を O に揃えていくんだと。さらになんとか平行でみたいに言ってるわけだけど、ここ、詳しいことを追わずとも、ここに A とか入れてあげて、ね、ここに A 入れてあげれば、この A と O っていうのは楽勝で出るんですよ。だって、今考えてるのは OA1、OA2 で全部表してますよね。ということは、あとはくくるだけ。OA1 ベクトルっていうのは 1-A だよね。1-A。で、OA2 ベクトルっていうのは A-1 なわけだから、A-1 でくくってあげれば OA2-OA1 になりますよと。で、これ計算してあげて、これ2分の1プラスルート5を得ると。これは誘導に乗ってあげれば、あんま深く考えなくても 36A、A-1 っていうのはすぐ埋められますよね。では続いて、これ立体ですけど簡単です。一辺の長さが1の正十二面体を考えると、いろいろあって、まず面、これに着目してください。で、その時に OA1 と A2B1 が平行。だから OA1 と A2B1。これが平行なわけだから、っていう話ね。で、うっていう風に与えられてるわけだから、うにはもう A って入れちゃいましょう。で、また、
OA2-OA1。OA2-OA1。OA2-OA1 って何かというと、A1、A2 ベクトルですね。A1、A2 ベクトルの2乗。で、何って言ったら、これは長さが A っていうのはもうすぐ分かってるわけだから、A の2乗。A っていうのはさっき2分の1プラスルート5っていうふうに求めたので、これ計算してあげると2分の3プラスルート5。ということが分かるので、あとはね、OA1 と OA2 の内積を求めていきたい。これは、この式。ね、A1、A2 ベクトルの大きさの2乗がこれっていうことが分かってるわけだから、今視点を O に揃えるっていうことを考えると、逆向きだよね。これをこういう風に変換してあげて、これを展開してあげると。基準となるベクトルを OA1、OA2 っていう風に考えてるわけだから、ね、OA1、OA2 を基準ベクトルにしてるわけですよね。この流れで。ということで、すべて OA1、OA2 に揃えてあげると、これを展開してあげてるだけです。OA2 の2乗マイナス2倍の OA1 と OA2 の内積足す OA1 の2乗っていうのが結局さっき求めた2分の3プラスルート5ということが分かって、OA1 の2乗も OA2 の2乗も11だよね。大きさ1だから。で、移行してマイナス2で割ってあげると答え4分の1マイナスルート5というふうに求めることができるわけです。ここら辺はね、自然に誘導に乗ってあげれば大丈夫。では続いて、面 OA2、B2、C2、A3。これにも着目してあげると、OB2 っていうのはこういうふうに表せるよね。なんかごちゃごちゃ言ってるけど、一旦無視してあげましょう。ね。さらに OA2、OA3 とか、ね。OA3、OA1 の内積も4分の1マイナスルート5。これも、なるほどね。今、OA1 と OA2 のベクトルの内積っていうのをさっき求めたわけだけど、OA2 と OA3 の内積も、ね、OA2 と OA3 の内積も OA3 と OA1 の内積も全部等しいんだと。ここで何やりたいかっていうと、基準となるベクトルを OA1、OA2、OA3 にしてるってことだよね。これを基準ベクトルに考えてると。ね。立体の空間なわけだから、3本のベクトルを基準ベクトルとして置いてあげると、すべてのベクトルっていうのは、この3つのベクトルで表せるよねと。で、ゆえに OA1 ベクトルと OB2 ベクトルの内積はっていうふうに言われてるわけなんだけど、これも3つの基準ベクトルで表していけば楽勝ですよね。OA1 ベクトルはそのままでよくて、OB2 ベクトルっていうのを、基準ベクトルで表していきたいんだけど、さっき OB2 ベクトル、ここで表してるわけですよ。OA3 足す AOA2 と。このように表せてるので、結局これを変形してあげると、OA1 足すじゃないね。と、OB2 っていうのは OA3 と A 倍の OA2 の内積ですよと。よって OA1 と OA3 の内積、さっき求めた4分の1マイナスルート5足す A 倍の OA1 と OA2 の内積 A 倍の4分の1マイナスルート5でね。4分の1マイナスルート 5A と。で、あとは A っていうのは2分の1プラスルート5なわけだから、これをごちゃごちゃね、計算してあげると4分のマイナス1マイナスルート5っていうのが出てきますよと。同じようにね、OB1 ベクトルと OB ベクトルの内積も求めてあげてください。OB2 ベクトルっていうのはこのように求められたわけで、じゃあ次、OB1 ベクトルも基準ベクトルで表していきたいわけですよね。基準ベクトルで表していきたいんだけど、OB1 ベクトルっていうのは、先ほどここでやりました。はい。OB1 ベクトルっていうのは OA2 ベクトル足す AOA1 ベクトルと。この OB1 も OB2 も基準ベクトルで表せて、しかもそれぞれの大きさとそれぞれね、内積3パターンっていうのを全て分かれてるわけだから、それを使ってあげれば計算できますよねと。答えはね、0になるんですけど、0。すなわち、ここの0ですね。丸0になるわけなんですが、これは計算するだけ。誘導に乗りながら、基準となるベクトルっていうのは、この3つなのね。なるほど、なるほど。じゃあ、全てのね、ベクトルっていうのをこの基準となるベクトルで表していけば、簡単に解けるじゃんっていう話です。じゃあ、最後ね。最後に面 A2C1DEB2 に着目する、B2D ベクトル。この B2D ベクトルっていうのは、A2C1 ベクトルイコール OB1 ベクトルであると。に着目すると 4.OB1DB2 は同一平面上にあると。これとこれとこれとこれは同一平面上にあって、この四角形っていうのはどういう形ですかっていう話。まず、この B2D ベクトルがと
OB1 ベクトルが全く同じってことは平行かつ長さが等しいってことだね。平行かつ長さが等しい。ということで、平行四辺形であるっていうことは確定してるんだけど、さらに言うとね、さっきの問題、OB1 と OB2 の内積が0って出したじゃないですか。ということは、OB1 と OB2、これ垂直なんですよね。ということで、全ての辺が垂直ということがわかるし、しかも一辺の長さ全部ね、正五角形の対角線の A に等しいということがわかるわけだから、結局正方形だということが言えるわけです。よろしいでしょうか。こんな感じで、このベクトルの問題、難しいところないかったですよね。ここの最初の方とか誘導に乗ってあげて、で、このね、とか共通しているものはもう何も考えずに A とにかく入れていって考えてもらって、あとはね、基準となるベクトルを何で考えてんだろうなっていうことを考えながら誘導に乗ってもらえれば何も難しいところはないんじゃないかなと思います。では続いて昨年の問題ですね。平面上の点 O を中心とする半径1の円周上に3点 ABC がありと、こういうふうに書いてあって図示してあげます。今ね、半径1の円があって、OA と OB の内積がマイナス3分の2。で、OC ベクトルがマイナス OA ベクトル。だから OA ベクトルと OC ベクトルは反対向きってことだよね。で、3点 ABC があって、で、t を0から1をの範囲を満たす実数とし、AB を t 対 1-t に内分する点を P とすると。だからここが t 対 1-t ですよ。で、これが点 P ね。で、また直線 OP 上に点 Q を取りますよと。だから OP 上にこんな感じで点 Q を取るわけですよね。適当に。で、括弧1番がコサイン AOB。コサイン AOB を求めてくださいと。はい。ベクトルの問題でコサイン、ね、角絡みが出たら、内積の定義式ですよね。もうこれね、こんな感じでもうパターンを作ってあげるわけですよ。ね、OA と OB の内積っていうのが、OA と OB の大きさの絶対値×コサインシータという風なね、定義式を作ってあげることによって、はい、OA と OB の内積はマイナス3分の2。OA と OB の大きさはともに1なわけだから答え、マイナス3分の2と、このように求めることができるわけですね。もうちゃんとね、解放パターンで押さえたことっていうのをそのまんま吐き出す。もうこれだけで共通テストを解けるので、しっかりと、理解しておいてください。で、また実数 K を用いて、OQ ベクトルっていうのは KOP ベクトルと表せる。OPQ が一直線上にあるからこのように表せるっていうのは先ほどやった通りです。したがって OQ ベクトルイコールこれ、CQ ベクトルイコールこれと表せますよと。何がやってるかというと、OA と OB で表したいんだなと。なるほどね。基準となる2つのベクトル、OA ベクトルと OB ベクトルっていうふうに考えていて、すべてのベクトルを、基準ベクトルで表したいんだなっていう話です。で、OQ ベクトルを求めたいんだけど、そもそも Q って何って言ったら KOP ベクトル。OP の K 倍となる点ですよ。なるほど。なるほどね。OQ ベクトルってのは KOP ベクトルなんだ。じゃあそもそも点 P って何って言ったら、P っていうのは AB をt 対 1-t に内分する点ですよ。なるほど。これを使ってあげればいいのかっていうふうに順番に分かるわけです。クロスしてあげると 1-t 倍の OA 足す K 倍の t の OB というふうに変形することができますね。よって、この A の部分は K-KT だから丸1。O の部分は KT だから0と。このように求めることができて、次 CQ ベクトルはって言われたら、はい、視点を揃えるんですよね。なので CQ ベクトルも O から、視点 O から揃えたいわけだから OQ-OC、ね、後ろ引く前っていうのを考えてあげて、OQ ベクトルは先ほど OA と OB を用いて表しました。引く OC ベクトルですよと。OC ベクトルも OA ベクトルを用いて表したいんだけど、もう表されますよね。マイナス OA ベクトルってことは、この OQ ベクトルにプラス OA ベクトルすればいいわけだから、この OA ベクトルの係数を1足すだけで、丸4丸0と。ね、K-KT プラス1になりますよと。はい。基本通り。次、OA と OP が垂直となるのはって言われたら、はい。垂直ってことは内積が0ですよね。もう連想ゲームですね。簡単。で、OA と OP も共に OA と OB となる基準ベクトルで表していきたいわけで、OA はもう大丈夫。OP ベクトルはって言ったら、OP ベクトルっていうのは、さっき求めたね、AB を t 対 1-t に内分する点なので、OA と、1-t 倍の OA 足す t 倍の OB
の内積が0ですよっていうこの式を求めてあげればいいわけですよね。これ中に入れてあげると 1-t 倍の OA の2乗だから1足す t×OA と OB の内積ですよね。それはマイナス3分の2か。これイコール0っていうのを解いてあげればいいので、結局 t イコール5分の3というふうに求めることができるわけです。これもね、垂直って言ったら内積イコール0っていうただの連想ゲームです。では続いて、以下 t ノットイコール5分の3として、各 OCQ が直角であるとする。だから、各 OCQ ってここだよね。Q がこの直線上にある場合を考えましょうと。もう一回図示してあげますね。便利だな、この機能。こんな感じですかね。OCQ が直角ってことは、点 Q はこの直線上にあって、で、Q っていうのは OP 上にあるわけだから、こういう点ですと。で、問題ね。各 OCQ が直角であることにより、括弧1の K はこうなることがわかると。括弧1の K っていうのは、これだね。OQ ベクトルイコール KOP ベクトル。OQ ベクトルっていうのが KOP ベクトルの K っていうのを求めていきたいんだけど、OCQ が直角であることにより、もうこの瞬間、内積が0って確定するわけですよ。ね、OC と CQ の内積が0っていうふうに考えればいいんだなと。じゃあ OC と CQ をそれぞれ A ベクトルと B ベクトルね、OA と OB となるのを基準ベクトルで表していけばいいんだなっていうことがわかるわけですよ。OC ベクトルっていうのはマイナス OA ベクトルだし、CQ ベクトルっていうのはさっき求めたよね。ここで。K-KT プラス 1OA ベクトルプラス、KTOB ベクトル。ということで、このマイナス OA ベクトルとこれの内積っていうのが0になるっていうのを式立ててあげて、ごちゃごちゃやってあげれば、あとはもう計算。ただね、計算してあげれば 5t-3 分の3と、こういうふうに求めることができるんですよね。もうワンパターンですね。直角内積が0ね。基準となるベクトルで表していきたい OC ベクトルも CQ ベクトルも OA と OB を使って表して計算すれば終わり。もうパターンです。続いて、平面から直線 OA を除いた部分は直線 OA を境に2つの部分に分けられると。そのうち点 B を含めてと言ってるわけだけど、要は直線 OA っていうのがあるわけでしょ。こういう直線 OA があって、それを境に2つの部分に分けられるよねと。点 B を含む部分を D1。だから上を D1。下を D2 というふうに考えて、同様に平面から直線 OB をね、除いた部分。だから今度はこの OB を境に考えてあげてくださいっていう話。で、その上で点 A を含む部分を E1 と。だからこっちが E1、こっちが E2 と。に分けることができますよと。で、今回の問題は t が0から5分の3の範囲ならば点 Q はどこに含まれますかと。これはね、図形的な解釈っていうことが必要になってくるんですけど、どうしてもね、ベクトルって図形の問題じゃないですか。なので、純粋にベクトルだけ追い求めても解けない問題があって、でもこの問題はね、多少解釈が必要と。OP と Q っていうのを考えるにあたって、まずね、点 P っていうのは、この領域に確定しますよね。ここの領域に点 P があることは確定。要は D1 かつ E1 と。点 P は D1 かつ E1 にあるのは確定なんだけど、この点 Q っていうのはね、OP ベクトルの KOP 倍でね。OQ ベクトルっていうのは、K っていうのはさっき求めた 5t-3 分の3倍の OP ベクトル倍ですよと。だから結局、この 5t-3 分の3が正である場合、ね。正である場合っていうのは、この O に対して P と同じ方向にあるわけだから D1 かつ E1 のところに Q があるっていうことがわかるわけだし、この 5t-3 分の3っていうのが負である場合、その場合は P の反対側、ね。P の反対側に点 Q があるわけだから、逆にこの領域、すなわち D2 かつ E2 だね。にあるっていうことがわかるわけですよね。要はね、この K、5t-3 分の3が正ですか負ですかっていうことが分かれば、このどこの領域にあるかっていうことはすぐ分かると。今、t が0から5分の3の範囲にある場合っていうのは、5t-3 っていうのは当然負なので、p の反対側にある D2 かつ E2、すなわち ③ にあるし、
逆に5分の3から1だったら 5t-3 分の3っていうのは正なので、P と同じ側 D1 かつ E1 に含まれますよと。このように答えを出すことができるわけです。よろしいですかね。あるいはね、別解もあって、この5分の3って何ですかっていう話なんだけど、5分の3ってさっきやった OA と OP が垂直となる場合だよね。OA と OP が垂直となると。これが t イコール5分の3の境目ですよ。だから t イコール5分の3の時の p がここなわけだよね。の p。じゃあ、t が0から5分の3の範囲って何かっていうと、t っていうのは t 対 1-t なわけだから、t イコール5分の3の時の p よりもこっち側にあるんだよね。こっち側に点 p がありますよと。じゃあ、今、OP とこの直線の交点に Q があるわけだから、Q っていうのは当然 P の反対側にあるよねと。逆に T が5分の3より大きい。5分の3から1の範囲の場合は P はここにあるわけでね。P はここにありますよと。とすると、この OP とこの直線の交点はって言ったら、OP をずっと伸ばしてあげて、ここら辺にあるのかな、こんな感じでずっと伸ばしてあげて、ここら辺に点 Q が来るわけだよね。ということで、領域としては、ここの範囲なわけだから D1 かつ E1 っていうことが分かると。こんな感じで図形的な解釈が必要な場合もあります。こういう問題ね。ただ基本的にはベクトルの考え方を使うし、しかも今までの誘導を考えてあげればいい。K を求めた後にこの問題が来てんだから K を使うわけよ、ね、K ってなんだっけって言ったら OQ ベクトルイコール KOP ベクトルと表せる。OQ ベクトルイコールこういう風に表せるっていうことを使って領域を考えていきたいんだな。5t-3 分の3っていうのはキーポイントになるんだ、セーフに着目すればいいのかなっていう自然な発想で簡単に分かることができるので、そんなにね怯えることはないです。では続いて、太郎さんと花子さんは点 P の位置と OQ ベクトルの大きさの関係について考えていると。で、t イコール2分の1の時、丸1と丸2により OQ ベクトルの大きさはと。これ問題ね、遡んなくても、絶対値、多分 OA と OB 使って表して2乗するんだろうなっていうことが想像つくんですけど、OQ ベクトルって何って言ったら、5t-3 分の3の OP ベクトル倍と。OQ ベクトルっていうのは 5t-3 分の3の OP ベクトル。で、OP ベクトルの大きさっていうのは別に求まってないよね。この OP ベクトルも OA と OB を使って表してあげると、5t-3 分の3の、OP。t が2分の1の時なんで、2分の 1OA ベクトルプラス OB ベクトルでいいですかね。2分の 1OB ベクトルと。で、この 5t-3 分の3の t に2分の1を入れてあげることによって、この部分がマイナス6かなになるから、結局マイナス3倍の OA ベクトルプラス OB ベクトルという風になりますよと。この大きさを求めてあげてくださいっていう話なんだけど、OA ベクトルと OB ベクトルの大きさを考えてあげる。その時、2乗しますよね。大きさって言われたら絶対値なんだけど、絶対値のままだと難しいから2乗しますよと。いつもの流れ。で、こういう風に展開してあげて、あとはごちゃごちゃ計算してあげてください。それぞれね。1、1、マイナス3分の2っていうのが分かっているので、計算すると3分の2っていう風になるので、OA プラス OB の大きさっていうのはこのルート。で、OQ ベクトルの大きさはって言ったらその3倍だから、計算してあげてルート6という風に分かるわけです。こんな感じでね、OQ ベクトルっていうのが与えられてるわけだから、基準となるベクトルで表したいな。もう本当にそれだけ。では、続いて、t ノットイコール2分の1の時も OQ ベクトルイコールルート6となる場合があるかなと。いろいろこういう風に言ってるわけですけど、ポイントはここね。t イコール2分の1の時の点 Q と対象な点を R としたらっていう話。これね、何を言ってるかというと、今、点 P がね、例えば t が2分の1の場合、ここに Q がありますよと。この時、この OQ の長さっていうのがルート6なんだよね。ルート6ですよと。で、同じように O からの距離がルート6となる点 Q ってあるかなっていうことを考えたときに、今、点 Q と対象な点を R とすると。すなわち、ここが対象な点となるところの R を取ったときに、ここもルート6になるよねと。だから、点 Q がこの点 R の位置に来てほしいですよっていう話をしてるわけですよ。そういう時の t の長さ、t の値っていうのを求めていきたいよねっていう話をしてると。
すなわち OR ベクトルを OA と OB を用いて表すことができれば、基準ベクトルで表せば t の値が求められそうだねっていう話。もうシンプルですよね。直線 OA に関して対象の点を R とすると CR ベクトルイコール、CR ベクトル。この CR ベクトルはって言ったら CQ ベクトルの反対だからマイナス1倍だね。CQ ベクトルの反対だからマイナス1倍。マイナス CQ。で、CQ っていうのは、CQ もね、ちゃんと視点を揃えてあげると OQ-OC っていう風になって、OQ ベクトルはさっき、これで求めたし、OC ベクトルっていうのはマイナス OA ベクトルっていうのはもう条件で与えられているので、これを使って計算すれば 2OA ベクトルプラス 3OB ベクトルと。簡単ですよね。で、t が2分の1じゃないとき、OQ ベクトルの大きさイコールルート6となる t の値は、この問題はね、ちょっと考えなきゃいけないんですけど、要は、CR ベクトル。これがさっき求められたわけじゃないですか。2OA ベクトルプラス 3OB ベクトル。要は、CR ベクトルが 2OA プラス 3OB となるような、t を考えていきたい。要はこの点 R の部分に点 Q が来てほしいわけだね。ここに Q が来ると。で、さっき求めた、この CQ ベクトルって求めたじゃないですか。CQ ベクトルっていうのは、k-kt プラス 1OA ベクトル足す ktOB ベクトルと。CQ ベクトルを k と t を使って表したわけですよね。この、CQ ベクトルっていうのが、結局、この 2OA ベクトルプラス 3OB ベクトルになってほしいので、結局、OA ベクトルの係数 k-kt プラス1、さっき求めたものが2になってほしくて、さらに OB ベクトルの係数 kt っていうのが3になってほしいよねと。この連立方程式を解いてあげれば t の値って分かりますよね。これ足し算してあげると kt が消えて k 足す1イコール5、すなわち k イコール4。よって t っていうのは代入してね、割ってあげれば4分の3というふうに求めることができるわけです。よろしいでしょうか。この最後の問題はちょっとね考えなきゃいけないところはあるんですけど、それまでの流れっていうのはベクトルの基本、垂直、内積は0だねとか、いろんな問題でね視点を揃えたらそのまま答えになるよねみたいな、もう本当に基本だけね、しっかりと詰め込っとけば、その基本通りに、誘導通りにやっていけば必ず解けるようになってるわけです。本当にベクトルのね基本解法、このポイントを押さえた上で、式の立て方こういうのあるよね、内積ってこういうもんだよね、だからコサインシータっていうのを考えたとき、このね内積の定義式使うよねとか、そういったパターンをただねポンポンポンと連想ゲームかのように出せるようにしておくこと、それだけでベクトルの問題はしっかりと満点取れるようになりますと。この動画がね皆さんの共通テスト対策の役に立てたらすごく嬉しいです。この話は、共通テストの終わった後もね2次でもすごく生きてくる話になってくるので、必ずねこの動画しっかりと復習してマスターしてもらえたらいいなと思います。皆さんが共通テスト全力出し切れることを心から祈ってます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。